いざ聞いてみると、思ってたのと違うのはままある。でも、今回のは特にインパクトがあった。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのレビューの時間だよ。今回は、完全開放型イヤホン、薄いケースのおかげでカードみたいに持ち運べますよ、が売りの、両ビーボカード20プロだ。もちろん、ケースの薄さも特筆するべきなんだけど、個人的には同じくらいインパクトのある仕様があった。このイヤホン、ドライバの配置や鳴り方が、完全無線イヤホンではまずつけない、開放型のそれなんだ。完全無線イヤホンには大まかに3つの種類があって、完全に耳の外側で鳴らしたり、骨伝導イヤホンみたいに耳を塞がないオープンイヤー型。それから、こっちはシリコンの耳栓で耳を完全に塞いじゃう、耳栓型カナル型。そして、このヨービーボカード20プロも採用する、ハーフインイヤー型が存在する。ただ、このカード20プロ、なんだか普通と形状が違うように見えない？そう、カードの名前が付けられているほどに薄いケースに収まるように、半開放型よりも、古い開放型イヤホン、インイヤー型に近い形をしていて、耳の密閉度が低く、開放感があり、蒸れない装着感。もちろん、形状も変化したことによって、より開放度があり、抜けの良い音色を楽しめるぞ。特に、この音色の面では、半開放型として考えるよりも、シャカシャカ軽くて楽しい、インイヤー型の特徴がよく出てるんだ。おそらく、カード20の外観は、厚みのある半開放型、いわゆるイヤーポズ型の形状を薄くする、というアプローチで誕生したものなんだろうけど、実際、構造としてはかなり開放型に近く、使用感も開放型だ。偶然から生まれた音かもしれないけど、半開放型の詰まった感じの鳴りが苦手な人に、今選択できるレアな存在になってるのは面白い。外装から見ていこうか。本体外装は、円形の飾りメッキ、レシーバーのある、よく見る形状に感じる、開放型っぽい形状の耳に収まる部分も、適当なサイズ感で、極端に耳が小さい人以外には問題にならないだろう。普通のインイヤー型と異なり、ドライバ前面が完全に開放されてないんだけど、実際聞こえてくる音はインイヤー型っぽいな。レシーバー部分は、銀メッキの飾り部分含めてタッチセンサーが反応する。センサーの感度も、高すぎず低すぎずで問題なく操作できるぞ。本機の形状を生み出したケースは、とにかく高さが削減されてる。ケース部分は薄くするために金属製。蓋は厚みを削減するために、イヤホンの背面が露出する形状になっている。イヤホンの保護よりも、充電の安定を優先したケースだな。薄いので開けづらそうに感じるかもだけど、しっかり爪が引っ掛けられる形状になっているので、ケースの扱いづらさは感じなかったぞ。また、内部からイヤホンを出すときにも、薄型でイヤホンが取り出しやすかった。ケースの形状にこだわったのは、そのままケースの使い勝手に繋がってるな。スペックについては、標準的、QCC3040 チップセットを採用し、APT-X 系のコーデックに対応。単体連続動作時間は5時間だ。ここら辺は一般的だな。ただし、注意すべきなのが、APT-X 系コーデックは、APT-X アダプティブではなく、一般のAPT-X に対応してる、ということ。この部分、気にする人には注意が必要だな。なお、音質的には、おおらかな開放型イヤホンであることもあって、体感的なデメリットは感じられなかったぞ。今回はカード20プロの紹介なんだけど、プロじゃないバージョンとの違いは、この Bluetooth チップが QCC3020 から3040に変更になったこと、安定性が増してる、左右それぞれ単体で動作する、など、何かと取り回しやすくなったのが、このカード20プロというわけ。心臓部であるドライバの大きさは 13mm。ここも開放型、半開放型の平均的なサイズだな。あ、そうそう、Apple 系のスマホを使ってると必須な AAC コーデックにももちろん対応してるぞ。というわけで、外観的にはとにかく薄くて、持ち運び、取り回しに優れる開放タイプの完全無線イヤホン。それがカード20プロだ。でも、個人的には、同じくらいこのイヤホンの形状から生まれた音色についても触れておきたい。カード20プロは、ほとんど開放型の形をしていて、耳とイヤホンの間に隙間ができやすい構造、というのは先ほど話したんだけど、それによって生まれたインイヤー型に近い音色がカード20プロの特徴だ。このイヤホンは、基本的に鋭い高音域、軽いボーカル、そして同じく軽い低音を持っている。ただし、カバーによって音色の出てくる空間が制限されているため、ある程度のベースは出てくるぞ。構造的にサブベースはあまり期待できない。サブベースが欲しい人は、他の密閉型や、イヤーポズっぽい形の半開放型を検討するのがいいだろう。両ビーボだと X ボートプロがおすすめだな。
音色を詳しく見ていこう。高音は、低音量でも楽しめるハキハキとした鳴り方。ただ、音量を上げすぎてしまうと、ちょっと鋭くなりすぎるかも。基本的には適当な音量でゆったりと聞く楽しみ方がおすすめだ。金属音などもシャープだが、全体に金属質になったりと、極端な変化はない。低音量でも聞き取りやすく、派手になりすぎない音色だ。中音域は全体にあっさりとしており、量感や圧力はそれほどない。これは開放度の高い、インイヤーっぽい特徴だ。ボーカルはハキハキと聞こえやすく、開放感があるので、さっぱりとした響きが好みの人におすすめだな。そして低音域、ここも控えめ。開放型はカナル型に比べて低音域が逃げるので、その傾向通りの音色だな。空間は全体に自然。そりゃもう解放されてるからな。耳元で鳴ってる感じはあるけど、全体に変に詰まった感じがしなくて、のびのびと音が楽しめる。戦術のサブベースの軽さも含めて、あっさりとした音色が好きな人におすすめだな。というわけで、両 B ボカード20プロには、3つの大きな特徴がある。カードと名乗るくらいに自信のある、ケース及び本体の薄型設計と、それから、ライトで開放的な、開放型っぽいなり方だ。特に、この開放型っぽいなり方は、カード20プロの薄さを追求したものから生まれた副産物なので、似たようなライバルが存在しない。ケーブルにも密閉感にも、耳の後ろの重りにも悩まされたくない人には、意外に目についていない、魅力的な選択肢かもしれないぞ。見た目もいいし。と、こんなところだな。デザイン優先から生まれた偶然の形状が、意外にも楽しいイヤホンを生み出した。そんなイヤホンがカード20プロだ。大音量で楽しむときにちょっと高音域が刺激的すぎるかも、という点を除けば、個性的で、取り回しも良い、カードのように薄くて便利な完全無線イヤホンを1本持っておきたいという人におすすめだぞ。といったところで今回はここまで。